皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一丁目主がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は2024年10月20日に札幌ペニーレイン24で開催されました番外編を球児に帰宅してまいりましたので、その模様をレポートさせていただきたいと思います。今回もつぶやきたいことが多くて、めちゃくちゃ動画が長くなってしまっています。特に最後、私的サプライズな出来事もあってつぶやいてますので、お時間の許す方は最後までご視聴いただければと思います。それではレポートをさせていただきます。前回のリズム隊プロデュースの瀬取りに対して、今回はギタリスト2人、ミンチョ小鳩さんプロデュースの瀬取りということで、今回もすごく楽しみです。こんな楽しみ方をさせてくれるって、曲構成もですが、お給仕ですら飽きさせない工夫がされているのかと思うと感心してしまいます。お給仕が飽きるということはそもそもないんですけどね。私的には北海道のお給仕は昨年の10thアニバーサリーツアーでの小樽ゴールドストーン以来の2回目ですので、札幌でのお給仕帰宅は初めてとなります。今回のペニーレーンもキャパ500とあまり大きくないライブハウスですが、今回は自力でチケットゲットできました。札幌ということで何を着ていこうか悩んだのですが、なんか最低気温が4度とかいうとんでもない情報も入ってきたので、とりあえず小鳩さんのバックプリントがされているロンティーとコーチジャケット持っていくことにしました。福岡は T シャツ1枚だったのに2週間でロンティーとコーチジャケットって思いましたが、日本は縦に長いので仕方ないですよね。リズム隊プロデュースの福岡お給仕が終わって、あーちゃんが落ち着いてしまって、サイちゃんのアイスクイーンパワーが上回ってしまったんだろうと私的には勝手に納得して完全に受け入れて移動日を待ちます。北海道ということで当日移動は厳しいと思いまして、今回も前日移動です。昼前に自宅を出るときにはめちゃ暑かったので、晩目 T シャツ1枚で行くことにしました。雨は降っていなかったのですが、自宅最寄りの駅に着いて電車を待っていると、電車に乗る直前に雨が降ってきました。ギリ間に合ったので、あーちゃんに感謝するとともに、土砂降りになってきたので、サイちゃんの気合も感じました。それで私的には安定の LCC、ピーチで関西空港から新千歳空港に向かいます。ピーチだと東京に新幹線で往復するより安いので助かります。16時過ぎくらいに新千歳空港に着きまして、まず感じたのが寒いです。荷物受け取ってコーチジャケットを取り出してきましたが、それでも寒い感じです。新千歳空港から快速エアポートで今回の会場があり、かつ今回取ったホテルがある琴仁駅に向かいます。琴仁駅に着いたら雨と風でものすごい寒さです。半袖 T シャツにコーチジャケットでは寒すぎる感じでしたが、なんとか15分ほど歩いてホテルにチェックインします。荷物を置いてロンティーに着替えて、事前に約束していたお名刺様仲間と合流すべく大通駅まで向かいます。時計台横の花丸という超人気の寿司屋で美味しいお寿司をいただいて、羽木工事あたりの居酒屋で楽しんで、最終の地下鉄でホテルに戻り、翌日のお給仕に備えます。それでいよいよお給仕当日となりまして、毎度ながら一度朝の散歩がてらに会場を確認しておきます。めちゃくちゃ寒いですが雨は止んでいていい感じです。事前に Google マップで確認していた時に、建物の横に今年のライジングサンの広告が貼ってあって、バンドメイドの字も見えたので密かに感動していました。それでライブハウスは実際に見るとなかなかおしゃれな感じのライブハウスで、2025年の予定のポスターがいっぱい貼ってあって人気のライブハウスであることがわかります。バンドメイドのは当日だからなのかなかったですが、今回のお給仕はギタリスト2人、ミンチョと小鳩さんプロデュースの瀬取りということですが、前回の福岡の瀬取りを考えると全く予想はできないし、しても仕方ないと思い、フラットに単に楽しみというだけの感覚です。これはワクワクしてないとかそういうことではなく、なんか澄み切った心で何が来ても楽しいはずなので、イメージ的には休日に晴天の草原にいて太陽をいっぱいに感じて浴びているような感じです。で、伝わらないですよね。そんな感じです。それで一度ホテルに戻り、昼食はやっぱり札幌といえば味噌ラーメンかなと思いまして、ホテル近くのラーメン屋さんで辛味噌ラーメンをいただきました。なかなか美味しかったです。それで物販並ぶために会場に向かいます。物販並んでるところにミサさんと小鳩さんの絵が描かれた誕生日祝いのでかい旗があって、そこにみんなでコメントを書くようになっていたので、私も書かせていただきました。1時間ほど待って物販開始の14時45分になりました。今回もダイナースピンオフと名付けられたミンチョと小鳩さんが好きなコーヒーと鳩サブレー的なものが書かれた T シャツとご当地 T シャツとデラックスくじ10枚購入しました。今回のくじの結果はなんと欲しかったトートバッグとハンドタオル当たりました。嬉しいです。
ハンドタオルは2枚目なので、やっと本当に使えます。物販買ったので、いつも通り一旦ホテルに戻って、ライナースピンオフ T シャツに着替えて、再度会場に向かいます。会場横の駐車場に並んで入場を待つ感じでした。それでいよいよ入場となりますが、今回の正番は A119 番とまずまずです。会場に入ると5列くらいが待っている感じでしたので、ど真ん中の6列目くらいを確保しました。かなりステージに近いです。それで入場を待っていると、スタッフさんからもう少し前に詰めてくださいって言われて、さらにステージに近づきます。もうステージは目の前という感じです。落ち着いて周りを見渡してみると、私の周りには歴戦のお名手様たちが集合している感じでした。ちなみに私の左隣は、私と同じく YouTube で配信されているドラ息子さんでした。ガチ恋ファミリー勢に囲まれて、いつもよりさらに特別感が増します。ステージの幅は前回のビートステーションと同じくらいの1列20人くらい、下手にお嬢様エリアがある感じです。バックドロップはやっぱりシンプルに大きなリボンのマークでした。帝国の17時半少し過ぎたくらいに BGM が止んで、会場は歓声と拍手に包まれます。前方は歴戦お名手様が揃っているので、いつになく大歓声です。SE が流れてきて手拍子が湧き起こる中、珍しく上手からまずはあーちゃんが出てきて、今回はお立ち台ではなくステージで男前挨拶をしてくれて、ミンチョ、小畑さん、ミサさん、最後にサイちゃんが入場してきて大歓声となります。それでいつも通り一瞬の静寂です。何が来るかとワクワクしていると、ミンチョの凶悪なリフがかき鳴らされます。シャンブルズでスタートしました。なるほど、ギタリストプロデュースの瀬戸り、そうかそうか、これですね、という感じです。会場もいきなりフルパワーでちゃんとです。ミンチョは残念ながら私の右前方の密度が濃かったので見づらかったのと、あーちゃんもあまり見えませんでしたが、小畑さんとサイちゃんが目の前です。ミサさんもなんとか見えます。とにかく始まりました。もう最初から会場もフルパワーで騒ぎます。さっきまでの寒さは一瞬でなくなり、汗が噴き出します。ミンチョのギターソロの時のちゃんとも激しかったですね。最後のサイちゃんの母は待ちきれずに会場からの大歓声が上がってました。大歓声の中、次に始まった2曲目がジレンマでした。イントロでの会場からのおいおいのちゃんとはうるさいくらいでした。前回のリズム隊プロデュースでもやりましたが、ギタリストプロデュースでも入るんですね。わかります。ミンチョにしても思い入れがありそうですし、小畑さんのギターもかっこいいです。っていうか間近に見る小畑さん可愛すぎるんですけど、しかも小畑さんって会場のいろいろなところをまんべんなく見てくれているというのがよくわかりました。サイちゃんは結構会場の真ん中あたりを見てる感じでしたね。今回もレミスイはめちゃくちゃ声出てましたし、私的に大好きな落ちメロからラスサビの展開を堪能して、最後ナオバイエーも会場からの大音声が響きました。続けての3曲目は HGK でした。これは私的にはミンチョならこれやるんじゃないかと思っていた曲で、かつ大好きな曲なので、もう大興奮です。しかし今回のセトリもプロデュースって言いながら自ら追い込むセトリになってませんかね。サービス精神旺盛すぎるでしょって感じがしました。落ちメロのところからのミサさんのベースもものすごい響きで腹めきましたし、50型で上がらない左腕を無理やり上げて手拍子しました。この曲はバックの演奏もサイちゃんのボーカルも本当にすごく好きな曲なので、もう大満足です。ミンチョも気合入ってる感じでした。大歓声の中、あーちゃんのハイハットから始まった4曲目がアフターライフでした。ですよね。この曲は私的には小畑さんの曲だと思っていますので、今回セトリに入るのは超納得です。先日動画にした私的トップ10に入っている曲でもあるので、イントロから1メロのところでもう大声でちゃんとと手拍子です。ギターソロ前のブレイクで会場は大々歓声が上がってミンチョのソロにつながりました。それで小畑さんのシャウトです。思いっきり小畑さんを指さしましたが、みんなそうしてましたね。それで曲の終わり方がなんかめちゃくちゃかっこよかったです。ダッダッダッダーみたいな、伝わらないですよね。続けての5曲目がスクリーミングです。そうですね、ミンチョのリフが爆発する曲です。10thアニバーサリーツアーではほぼ定番でしたが、結構久しぶりに聴けた感じがしました。EX シアター六本木以来ですね。曲始まりでみんなが前に出てきてくれて、イントロで会場はさらに盛り上がって大歓声となりました。大声でのちゃんとも気持ちいいです。ギターソロの時にはミンチョが出てきてお立ち台に立って弾いてくれたので、ついに目の前でミンチョのお姿を拝めました。最高です。当然会場も大歓声です。それでもうこの時点でサイちゃんが大汗かいてるのがよくわかりました。ステージも会場も全力です。しかしこの前半5曲激しすぎます。こっちも息絶え絶えでしたが、ここで最初の MC となりました。
小鳩さんのお帰りなさいませご主人様お嬢様、やってまいりましたっぽー、番外編お給仕 in 北海道で始まりました。当然会場は大歓声で答えます。私的に大好きな小鳩さんの腕を間近で見れました。なんでこんなに好きなのかわかりませんが。それで外は寒いのに中は信じられないくらい暑いっぽーとか、ギタリスト2人のセットリストでお迎えしておりますっぽよー的なことを言っていたと思います。それで寒さを感じないくらい暑い暑いお給仕にしちゃいましょうっぽーで、会場は大歓声となって、ようこそバンドメイドのお給仕へで次のセクションに入ります。MC 終わり最初の6曲目はいきなりさえちゃんのボーカルから始まりました。アンリッシュです。目の前でさえちゃんのフリフリダンス見れました。2回目の時にちょっと恥ずかしそうに笑顔で踊ってたのがさらに燃えました。当然ダンダンディディダンダンは大音量で会場に響きます。この曲も定番化してきましたので、会場のチャントや手拍子、手の上げ方なんかもこなれてきて無心で乗れる曲になってます。それでさえちゃんの Now We Go でギターソロが始まるのですが、なんと小鳩さんとミンチョのギターバトルです。なんかやるって言ってましたが、これですか。いや素晴らしすぎます。こんなの見れたら感動ですよね。バンド結成時には全くギターを触ったこともなかった小鳩さんです。それがギター指定でバトルです。もうこれだけでも今回企画できた興奮をかみしめました。会場も大興奮で大歓声となってましたが、曲終わりの大歓声と小鳩とかクルポーとかの声が上がる中、続けて始まった7曲目がなんとキャリオンリビングです。これはぶち上がります。会場も大歓声です。去年の川崎クラブキッタと今年最初の ZEP 横浜以来というか、日本ではその2公演だけでしかやってませんよね。サビ前のジャ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 ンっていうリフと、サビの飛び散ったかけら広い集め今日もってところが本当に好きで、もう思いっきりジャンプしながらテンションもマックスになりました。会場前方はもうみんな密着した状態でジャンプしたり手を振り上げたり手拍子したりで、これがライブハウスでの給仕だとめちゃくちゃ楽しい気分になってました。曲終わりで大興奮で大歓声となっていた会場にさらに追い打ちをかけるように始まった8曲目がヘイトでした。イントロで全力のチャントです。さえちゃんの上を向きながら下を見るあのメガをバッチリ拝めました。今回はミサさんとミンチのギターバトルです。ミサさんの時は思いっきり前に出てきてスポットライトを浴びながらでめちゃくちゃかっこよかったですし、ミンチの時は下手で同じように前で弾いてくれます。もう会場は盛り上がりまくりという感じです。それでバトル終わりで通常のミンチのソロになるところではお立ち台に立って弾いてくれたのでもう最高です。曲終わりでサイちゃんが弾けます。小鳩曲が来そうです。何が来るのかと待ち構えていたら9曲目はさよなきどりでした。なんかすごく久しぶりな気がしましたが、確かにアコースティックお給仕を除くと前回は去年の小樽ゴールドストーン以来ですね。私もですが、さよなきどり好きなご主人様お嬢様多いと思いますので嬉しかったですね。さえちゃんがいないので小鳩さんをガン見しながら見て聞いてましたが、やっぱり小鳩さんの顔面は可愛いです。あと小鳩さんのリズムギターソロ前の英語のセリフみたいなところ、小鳩さんがちゃんと本当に言ってるのを改めて確認できました。最後の小鳩さんの高音マックスのところはやっぱり会場から大歓声が上がってました。これは最初はよくやったっていう感じだったと思うのですが、今はもうお決まりのようになっていて多分永遠にやるんだと思いますね。それで次はインストかなと思って待っていたら、次に始まった10曲目がなんと続けて小鳩曲のブライテストスターです。これは意表をつかれました。ブライテストスターってイントのリフが始まった時点でなんかワクワクするんですよね。思わずああいうゲームと叫んじゃいました。イントロでのチャントも会場は息が合ってましたし、サビではみんな思いっきりジャンプです。小鳩曲は全て異常に好きなのですが、このブライテストスターも聴き込んでめちゃくちゃ好きになりました。リズムも複雑で曲構成も素晴らしいです。あとやっぱりミンチョと小鳩さんの指定ソロが最高です。ミンチョがずっと小鳩さんを見守っているような感じだったのも微笑ましかったです。落ちメロの時の手拍子が2拍の人と4拍の人が混じっていて、どっちが正解なのか分かりませんでしたが、まあどっちでもいいんですよね。最後のゲイ、I'm game のところも小鳩さんらしい終わり方に大好きです。曲終わりで大歓声となりますが、サイちゃんははけたままなのでインスト曲です。そうです、11曲目が Get to the Top でした。前回は不意打ちを食らった感じでしたので、今回はじっくり見て聴けました。リサさんも小鳩さんもミンチョも前に出てきて弾いてくれたので、間近で大迫力の演奏を見て聴けました。今回はじっくり見れたので、小鳩さんが高フレットで単音弾きしているところもバッチリ見れましたし、
ミサさんのめちゃくちゃかっこいいソロ的なところと、ミンチョのソロ、小畑さんのめちゃくちゃかっこいいリズムギターの刻みもバッチリ拝めました。あーちゃんはお姿拝めず音だけでしたが、ゲッツーザトップは音源で聴くのとお給仕で見て聴くのは全然違う曲に感じます。どっちがいい悪いではないのですが、もしまだお給仕で聴けてないご主人様お嬢様がおられたら、どこかで絶対聴いてほしい曲だと思います。ゼップツアーでは絶対やってくれると思いますしね。とにかくかっこいいです。曲終わりでサイちゃんがステージに戻ってきて、盛り上がってるかーの叫びで2回目の MC が始まりました。当然大歓声となります。続けてサイちゃんがかっこいいねーとか言って会場にどうって聞いて会場から大歓声が上がります。本当にかっこよかったですからね。それでサイちゃんが福岡来た人いるって聞いてきて、私も含めてたくさん手が上がったのでありがとうって言ってくれてました。それで福岡は福岡でベイドラでしたけど、今回ギタリストって感じだよねーで会場からまた大歓声です。それでその時くらいに会場から真ん中に大きくサイちゃん、周りに他のメンバーが書かれたブランケットが挙げられて、下手だったので確かミサさんと小畑さんが受け取ります。おめえ様界隈では知らない人のいないヌムさんの絵ですね。サイちゃんが私じゃんとか言ってました。それでサイちゃんがブランケットミュート素材にすればみたいなこと言って会場から笑いが起こります。小畑さんはミュート材にしたら絵が何もわからなくなるポーみたいに正論をかましてきます。それであーちゃんに手渡したら、あーちゃんがミュート材だーって叫んで、また会場は大笑いになります。で、サイちゃんがこんな素敵なのをありがとうございますみたいに言って、小畑さんもありがとうございますポーって言ってくれて会場大盛り上がりとなります。それで確か会場から誕生日おめでとうみたいな声が上がって、サイちゃんがあれ今日誕生日なのみたいに小畑さんに言ったら、小畑は鳩と人間なので今日も誕生日一歩とか今日で一歩とかよくわからないことを言ってましたが、全然問題なしです。それでいいです。それで今日いっぱいお祝いしてもらえたっぽとか、お祝いでケーキとかもらえたっぽとか小畑さんが言ったので、会場からもおめでとうの歓声が上がります。なんでも再現度のすごく高い小畑さんのギターが飾られたケーキをもらったそうです。それでサイちゃんがすごい瀬取りだよねとか言って、小畑さんが汗がすごいっぽーとか言ったら、サイちゃんが決めたのはあなたたちだからねみたいに言ってました。小畑さんもそう自分で決めたっぽねみたいに言ってました。プロデュースってやっぱり自分たちを追い込むということなんですね。あとまさか小畑曲2曲やるとは思ってなかったっぽとかも言ってましたね。私的にはごちそうでした。それでサイちゃんがいつかインストと小畑曲だけやって私はステージで見てみたいって言って、また会場は大歓声です。かけるんじゃなくて最初から会場にいてみんなと同じ感じで見たいのって言って、小畑さんがなんか抵抗しますが、サイちゃんが初期の4人の時と思えばいいじゃんみたいなことを言ってきます。小畑さんはそれは幻の4回くらいのお給仕っぽーって言ってましたね。サイちゃんは見たいなー、だって一生見れないんだよみたいなこと言ってました。それで小畑さんも確かに楽しそうっぽねーみたいに同意してました。サイちゃんも小畑さんもバンドメイド好きなんだなと思いましたね。当然ミンチョミサさんあーちゃんもそうだと思いますが、いいですよねそういうのって。それで瀬戸りの話になって、小畑さんがミンチョに瀬戸り一緒に考えたっぽねとか言ったら、ミンチョがはい私たちで考えましたみたいに言って会場大歓声です。それでミンチョがセットリストを考えたのは7年ぶりくらいで、いつも考えてるサイちゃんはすごいとか、曲順が難しいとか言ってましたね。小畑さんもあの曲やろうとかはなんとかなるけど、曲順は難しいみたいに言ってました。確かその時に小畑さんが腕組んでたのですが、ムキムキの腕がよく見えました。それでミンチョがサイちゃんにいつもありがとうって言ってましたね。ストーリー考えるのって難しいんでしょうね。それで小畑さんが会場にギタリスト感ありましたかポーとか聞いてきたので、当然会場からは賛同の歓声が上がります。サイちゃんもめちゃくちゃあるよ、小畑のソロあったじゃんって言って、小畑さんも頑張りましたポーとか言ってましたね。ミンチョが伏線回収とかも言ってました。確か X のポストかインスタでそんなこと言ってましたよね。あと小畑さんが2人で掛け合いみたいなのできたらいいっぽねとか言ったら、先生がよしって言ってできたっぽ的なことを言っていたと思います。それで小畑さんが緊張したっぽとか言ってたら、さやちゃんがいつもより腕の筋が出てるって私が感じたのと同じことを言ってくれて、なんか嬉しかったです。それでグッズ紹介になりました。以前に出した水色のタオルとか T シャツの話になって、小畑さんがその色が大好きということで、なんか全身その色のコーディネートをしてたみたいな話になって、さやちゃんからさすがに全身はやめといた方がいいんじゃないみたいに言われてましたね。それでダイナ T シャツの話になって、小畑さんの鳩は鳩サブレーではなくて小鳩サブレーらしいです。
全国にあるひよこまんじゅうみたいなもので似てるけど違うとのことでした。皆様お間違いのなきよう。それで民長が会場を見て T シャツ着てる人を探すのですが、私も着てましたのでアピールしましたが見つけてもらえませんでした。それでご当地 T シャツの話になって、今回も会場に分かった人って聞いてきて、会場からアサヒビールとか声が上がるのですが、さえちゃんから小鳩が好きなものとかなみが好きなものですみたいなヒントが出て、小鳩さんが一応北海道にはちなんでるっぽーとか言ってました。それで結構すぐに会場からカニって声が上がって、赤は小鳩の好きなカニということでした。それで黄色はミンチョの好きなものということで、会場からジャガポックルとかバターサンドとか声が上がるのですが、これは難しいかなとか言って答えを言おうとしたあたりで会場からルタオって声が上がって、ミンチョもサエちゃんも驚いた感じになってました。正解はルタオのドゥーブルフロマージュということでした。これは難問でしたが、実は私はドゥーブルフロマージュ大好きでよく買っていたんですよね。当てられずに残念でした。あと字の色のグレーは多分当てられないということで正解を発表してくれたのですが、北の大地、広大な雪の大地ということでした。いやいや、確かにそれは分かりませんね。それで会場に両方とも分かった人って聞いたら、さすがに一人も手が上がらずで、さえちゃんも分かったらすごいと思うとか言ってました。あと小鳩さんが、これで私とかなみちゃんのことが知れたということでみたいに言ったら、さえちゃんが別に知ってもねみたいに言って会場は笑いに包まれます。それでまだ小鳩さんがいろいろ喋ってたら、さえちゃんが、ちゃんちゃん、次行くかって話題を切ります。さえちゃんっぽいですね。それであーちゃんが前に出てきたのですが、さえちゃんからタイツ穴開いてるよとか言われます。それで見せてくれるのですが、確かにあーちゃんの右膝の下あたりのタイツが破れていて穴が開いてました。で、あーちゃんが前半の曲の BPM が180とか190でめっちゃ速いんだよみたいに言ってましたね。確かに穴も開きますよね。いや、開かないか。それでミサさんだったかが穴を広げようとしたので、あーちゃんがやめてーみたいに抵抗してました。で、さえちゃんから戻りな、ハウスとか言われて、あーちゃんが戻ってました。それで小鳩さんがこのグダグダぶりを気にして、今日初めての人いるっぽーって会場に聞いたら少し手が上がったので、これがバンドメイドの落差ですっぽーみたいに言って、慌てて、緩急って言い直してました。で、さえちゃんから落差はやめようみたいに言われて、緩急で行くことになりました。それでさえちゃんから後半戦いけますかで大歓声となって、もっと声出るかで大歓声となって後半戦に突入します。後半戦最初の12曲目がアイルでした。この曲も久しぶりです。今年最初の ZEP 横浜以来です。会場も大声のチャントで盛り上がります。メロはダークでヘビーな感じなのにサビが爽やかな感じというか、この緩急が大好きな曲です。この辺りでなぜかあーちゃんの顔が見えるようになって、あーちゃん、小鳩さん、さえちゃんを交互に見て、時々見えるミンチョとミサさんを見ながらお給仕を楽しむ感じになりました。この曲はサビが盛り上がりますね。しかもなんかアッパーな感じの気分で盛り上がります。このアイルも聴けば聴くほど好きになるスルメ曲の一つだと思っています。曲終わりで4人が前に出てきて、佇む感じになって、あのオーケストラが流れてきます。そう、13曲目がセンスでした。この大御所感、センスが始まるこの瞬間の緊張感はたまりません。ミンチョのかっこいい入りのイントロで会場は全力でちゃんとです。1メロに入ってミサさんのベースが響きます。2サビが終わるところのブレイクが完璧で、本当にピタッと全演奏が保るところがすごかったです。それでミンチョのソロになりますが、センスのミンチョのソロも私的大好物です。会場もソロ中に思いっきりちゃんとしてましたね。ソロ終わりの小鳩さんとミサさんのスライドもバンドメイドならではというか、普通こんな演出しないと思う演出なのでたまりません。曲とは関係ないですが、その時に思ったことがメモに書いてあったので言っちゃうと、さえちゃんの長い綺麗な髪の毛が体の後ろで揺れているのってすごくいいですよね。これは分かってもらえると思いますが、最高にかっこいいアウトロで曲が終わって次の14曲目がプロテクト U でした。会場も全力でのうららららららの合唱で始まりました。あーちゃんのブラストビートも響きます。最近なぜかこの曲が頭の中ぐるぐるしてたので、もうノリノリになります。プロテクト U って聴けば聴くほど名曲感増してくる感じがします。特に2メロのリフがめちゃくちゃ好きです。ブレイクもぴったり息が合ってますし、それでなんといってもエモエモのミンチョのギターソロはすごかったです。会場もちゃんとで盛り上がりました。C メロの手拍子は私も50型を忘れた感じで手を挙げてできました。最後アウトロの激しすぎるあーちゃんのブラストビートを聴きながら、うーららららららってみんなで叫んで、やっぱり最後会場が静かになって、
さいちゃんだけのうーララララララを堪能して大歓声となりました。会場からあーちゃんとかミサーとかさいちゃんとか声が上がってましたが、誰かがゴリラーとか言ったので笑いが起きてましたね。それでもうこれ以上ないくらいに熱くなった会場に響いてきたイントロは15曲目となるミラージュでした。今回本当に涼しい風が吹きました。多分一瞬落ち着いた会場に空調の風が感じられただけだと思いますが、本当に風が吹いたように感じたので仕方ないです。ミラージュは私にとっての恍惚タイムです。この曲もみんなが前に出てきてくれてます。それでスポットライトなんですが、さえちゃんの顔が明るく照らされて、久保田さんが少し暗めになっていて、なんか幻想的な感じになってました。私的にはサビのメニメニメモリーズイージュってところが好きすぎる曲なんです。それでギターソロの時はミンチョがお立ち台に立って弾いてくれてました。お立ち台は目の前なので、あの綺麗なソロを目の前で見て聴けて最高でした。それでやっぱり最後のさえちゃんと久保田さんのははーを間近で見て聞けたのは最高でした。ちょっと苦しそうに歌う久保田さんの表情がたまらなく良かったです。曲終わりで久保田さんがアコギに持ち替えます。16曲目はメモラブルでした。さえちゃんにスポットライトが当たって神々しいボーカルが響きます。ステージの照明がオレンジになっていて温かい感じで曲にも合ってました。それで気づいた演出なんですが、最初はステージだけ照らされてだんだん明るくなって最後は会場まで明るくなる感じになっていて、だんだんバンベさんたちと会場のご主人様お嬢様が一体化していくような感じでした。なぜかこの曲はあーちゃんが真面目な顔でドラム叩いてて新鮮な感じで見れましたね。あとギターソロ最後のところであーちゃんがスプラッシュシンバルをシャンシャンシャンって鳴らすところもバッチリ見れました。それで今回もラスサビでサイちゃんのフェイクが入ってめちゃくちゃ良かったです。余談ですが、メモラブルの MV 見てたらこのフェイクって小畑さんがコーラスで歌ってるのと同じ感じなのが分かりました。今はこっちの方が好きになりましたね。会場からはさえちゃん最高みたいな声が上がってましたね。この一旦落ち着いた感じの中、始まった次の17曲目がフォービドンテールでした。会場は大歓声です。大歓声はすぐに収まって静かにさえちゃんの歌を聴く感じになります。前回初披露の福岡ではアクシデントがあったので、今回が完璧版です。この曲もみんな前に出てきてくれてましたね。メモラブルで一瞬落ち着いたところにフォービドンテール。完璧な瀬取りじゃないでしょうか。今回は本当にじっくり見て聴いて、さらにこの曲の素晴らしさを体全体で感じました。会場のノリは新曲とは思えないほど合っていて、展開が多い分ノリも違うのですが、ちゃんとや手拍子とかもほぼ完璧だったと思います。ショ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 ドーってキーとかのところもシンガロングして楽しかったです。それで2メロが終わって歓声が上がるところがありますが、会場はリアルに歓声を上げて盛り上がります。ご主人様お嬢様分かってますよね。これです。完璧です。いや、フォービドンテール最強と言ってもいいお給仕曲になりました。本当に気持ちいいです。アウトロでのちゃんとで盛り上がって、曲終わりでざわめく会場に、さえちゃんのみんなありがとうの叫びで最後3回目の MC が始まりました。で、1声目はさえちゃんの振動でした。会場から笑いが起きてましたが、小畑さんもこの瀬取りしんどいっぽねとか言っていたと思います。確かにやる方はしんどいですよね。こっちは楽しいですが。でもさえちゃんもすごい楽しいとか言ってくれてました。小畑さんが抜くということを知らない瀬取り一方みたいなことも言っていたと思います。あーちゃんはさすがにエネルギーを消費しすぎたのか、ウィダーインゼリーみたいなのを一心不乱にチューチューしてましたね。で、そんなあーちゃんに気づいて、あーちゃんに話しかけると、あーちゃんがなめんなーって叫んで会場は大盛り上がりです。それでさえちゃんが、おいなめてんじゃねえぞらしいですみたいに解説してくれるのですが、小畑さんからおいとかは言ってないっぽ、なめんなだけっぽみたいに訂正されます。それでミンチョがあーちゃんの後ろに行ってドラムの椅子に座って、そのミンチョの膝の上にあーちゃんが座る感じになります。で、小畑さんがあの人も考えた瀬取りなんですけどっぽねーとか言って、会場にご主人様お嬢様は楽しいっぽねーって聞いてくれたので、当然会場からは大歓声が上がります。それでサイちゃんがフォービドンテールどうでしたって会場に聞いてくるので、これも当然大歓声となります。それで確かエピックナラティブズに入ってますからね、皆様購入されましたよねみたいに聞いてきて、当然会場はほぼ全員手を挙げながら歓声を上げます。でも小畑さんが友達に会場に連れてこられた方もいらっしゃるっぽーみたいに言ったら、サイちゃんがいいですよ、これから買っていただければ私たちはがめつく行こうと思ってますとか言って会場から笑いが起きます。小畑さんも今日のお土産にいいですっぽよみたいなことを言っていたと思います。それでゼップツアーの話になって、サイちゃんがもう再来週とかって驚いてましたね。エピックナラティブズの曲もたくさん聴けるって言ってました。楽しみです。
あと、今日は番外編で個性が強いけど、ゼップツアーはアルバムを聴き込んでくれれば楽しめるみたいなことを言ってました。それでサイちゃんがアルバムリリースしてツアーやるのは初めてって言ってましたが、それは意外でしたね。ファンからは確かにコロナ禍があったのでそうだと思うのですが、ジャストブリンゲットやワールドドミネーションの時はやっているものとばかり思っていました。小畑さんが普通はそうするみたいなこと言っていて、サイちゃんがバンドメイドの天の弱が出てるみたいに言ってましたね。それで小畑さんが常にお給仕、常にアルバムを出し続ける、それがバンドメイドっぽーみたいに言って会場は大歓声です。確かにそうですね。で、12年目という話になって、メンバーが一番自覚してないかもとか言ってました。確かに後ろを見ると、ミンチョがドラムのところに座ってくつろいでいて、あーちゃんが前に出てきてて、ミサさんとなんかコソコソやってました。どうも小畑さんのピックをあーちゃんの衣装のポケットに入れてるみたいでした。いつもながら自由です。それでサイちゃんは5年くらいしか経ってないように感じるとか言ってました。あと海外に向かせてもらってるという話もあって、会場に海外から来てる方みたいに聞いたら結構手が上がってたので、サンキュッポーとか言ってましたね。で、私たちの音楽が世界に届いてるねみたいな話題になって、サイちゃんから、だって私たちの目標は、で、小畑さんが、世界征服って叫んで会場はまた大歓声となります。で、サイちゃんが、私たちは上へ前へ行く、ついてきてねみたいに言って、後ろに下がらない、上がっていくだけとか言ってる時に、また会場からあのコメントを書いたミサさんと小畑さんのバースデーの旗が差し出されます。入る時に見たやつとか言ってましたので、認識してもらってましたね。これもヌムさんの絵です。コメントが書かれているのは知らなかったようで、ありがとうございますっぽーとか言ってくれてました。で、会場からは、ハッピーバースデーとか、おめでとうとかの声が上がります。それでサイちゃんが旗で遊び始めます。旗を折って小畑さんの顔だけにして、旗の後ろから指をさして小畑さんの目をついたり、鼻の穴に指を入れたりしてたら、小畑さんがその絵可愛いからやめてっぽーとか言ったら、サイちゃんも小畑は顔面可愛いからなみたいなことを言ってやめることになりました。小畑さんの顔面はメンバーも認める可愛さなんですよね。で、小畑さんが12年間ずっといじられてるっぽーみたいに言ったら、サイちゃんから好きなくせにとか言われてました。小畑さんは否定してましたが。で、サイちゃんからそっけない感じで、あれやっちゃいなよって言われて、小畑さんがもうみたいになるのですが、サイちゃんから今日誕生日だからすごいんじゃないのとかも言われます。で、続けて今日誕生日だけど明日も一人でやるのとか言われて会場も爆笑になります。それで小畑いじりはまだ終わらずに、小畑さんの顔だけになった旗の後ろにあーちゃんが入って、クルッポーとか言います。するとサイちゃんが、小畑って意外と声が低いみたいなことを言い出します。で、小畑さんがあーちゃんに、おまじないタイムやってくださるんですかポーって言ったら、あーちゃんがめっちゃ低い声で、おまじないタイムやってくださるんですかポーって真似します。会場爆笑です。で、そのまま低い声で、小畑が萌え萌えと言ったらとか言って、また大爆笑になります。で、なんかグダグダやって小畑さんが、小畑そんなんじゃないからみたいに言ったら、今度はものすごく可愛い高い声で、あーちゃんが小畑さんの絵の後ろで、萌え萌えって言ってきたので、会場から萌え萌えって返します。で、続けて、キュンキュンとか、ジャガポックルとか、バターサンドとか言ってきますので、会場は喜んで返します。最後は、一番好きなポテポテとか言ってきて、小畑さんがなんか、小畑はそんなんじゃないみたいに抗議したら、サイちゃんに小畑じゃなくてアーコバトだからとか言われてましたね。で、突然アーコバトがめちゃくちゃ太い声で、いけんのかーって叫んで会場は大歓声となりますが、後ろでミンチョがめちゃくちゃ受けてたので、ミンチョの笑いのツボはちょっとおかしいみたいな話になってました。で、あーちゃんが後ろに下がろうとしたら、ミンチョが小畑行かないでーとか言って会場も笑いが起きます。で、小畑さんはいじられがご主人様お嬢様に広がっていくぽーとか言って嘆いてました。まあいじられキャラですし大丈夫ですよね。で、サイちゃんにやればみたいに言われて、やっと小畑さんがお立ち台に立って、小畑のおまじないタイムって言ったところで、あーちゃんが思いっきり咳をしたので、小畑さんがかき消されたぽーって怒ります。サイちゃんがかき消すつもりなかったけど、あーちゃんが飲み物が気管に入っちゃって大変だったのと説明してくれます。なので小畑さんも、それなら仕方ないということで、なんかごめんぽーって謝ります。で、またサイちゃんからどうぞみたいにそっけなく言われて、やっと小畑さんのおまじないタイムの叫びでおまじないタイムが始まって、小畑さんがいつもの説明をするのですが、やっぱり後ろが気になって後ろを振り返ると、サイちゃんが天の声が聞こえるとか言い出します。なんでも天の声がアーコバトの真似をしろと言ってるとのことです。
小鳩さんはむちゃくちゃっぽーみたいに言うのですが、さえちゃんは小鳩の太い声聞いてみたいとか言って、会場も聞いてみたい、聞いてみたいみたいに乗ります。で、諦めて小鳩さんがめちゃくちゃ低くて太い声で、萌え萌えって言って、会場は萌え萌えって返すのも忘れて大歓声です。続けて、今日もみんなでおもちないタイムとか叫ぶのですが、完全にデスボイスです。あの可愛い顔からは想像できない声です。もう会場はびっくりするのと感心するのと面白いので騒然とします。あーちゃんが12年目にして初めて聞いたとか言ってました。で、こんなの小鳩じゃないとか言い出したので、小鳩さんはお前らが求めたっぽーって怒ります。いやいや、すごいデスボでした。小鳩さんが小鳩のデスボは秘密っぽよってポストしてましたが、まあいいですよね。で、わちゃわちゃしてたらミンチョがチューニングしだします。で、小鳩さんがミンチョがチューニングしてるっぽーってしてきたら、ミンチョがまだかなーって答えて会場は大爆笑になります。それで慌てて小鳩さんが萌え萌えって始めて会場も返します。萌え萌えキュンキュンでなんとかからって言ってなんかまた中断してこんにちはって言ってきたのでみんなすぐ錦鯉だと分かって手を広げて両手を上げて振りながらこんにちはって返します。一度やってみたかったそうです。で改めて萌え萌えキュンキュンってやるのですが北海道といえばと難問を出してきます。会場はなぜかでっかいどと返します。でそれが良かったのか繰り返しますが次に小鳩さんが北海道といえばグレイって言ったところでさえちゃんがグレイさんとの対談見たとか言い出してまた中断します。いつにも増してグダグダ感が出てきます。お給仕の一つの醍醐味はまあこれですよね。で気を取り直してまた小鳩さんが北海道といえばルタオとか言ってたら後ろの4人が好きなものを言い出して小鳩さんの北海道といえばにイクラとかウニとか白い恋人とかポテコさんとかもう収集がつかない感じになります。で、サイちゃんがまだあるとか言い出して、北海道といえばで、鮭とか、シャコもあるよとか言って、もうおまじないタイムなのか何なのかわからない感じになります。で、小鳩さんはいよいよやばいと思ったのか、バーンメイを繰り返すのですが、北海道、でっかい道とか、北海道はでっかい道とか、バンドメイドもでっかい道とかよくわからない感じになって、世界征服って言ったところくらいで、お立ち台から足を踏み外して後ろに落ちかけます。なんとか落ちずに済んだのですが、小鳩さんは笑いながらお立ち台に座り込みます。さえちゃんがびっくりした、また落ちるのかと思ったとか言って、小鳩さんも台湾で実際に落ちるという悲劇を味わったっぽーとか言ってました。いやいや落ちなくてよかったですが気をつけてほしいですね。で、さえちゃんに真ん中に立ちなさいって言われて再開します。それで、バーンドメイドとか、世界征服とか、ギタリストってやったところでまた中断して、なぜかあーちゃんが真似を促されて、めっちゃ低い声でギタリストって言って会場大歓声です。でもミンチョが待ちきれない感じでギターをかき鳴らしたので、小鳩さんは慌てて、ズッキュンバッキュンドッキュンワオ、萌え萌えキューン、ハッピーバースデーで、多分一番のグダグダおまじないタイムが終わりました。このグダグダ感最高です。グダグダ終わりの18曲目はノーグッドでした。この曲もなんか久しぶりな感じがしました。またみんな前に出てきてくれてイントロが始まります。グダグダおまじないタイムでみんな体力は回復してましたので、いきなり全力のチャントとジャンプです。シンガロングもめちゃくちゃ声出てましたし、会場はもうもみむくちゃな感じになって手を振り上げてジャンプしてちゃんとして盛り上がりました。ノーゴッドやっぱり盛り上がりますよね。さえちゃんの We have got to win からのアウトロは大声でのちゃんとジャンプでした。曲終わりの大歓声の中、さらに凶悪な感じのバスドラとイントロが流れてきます。19曲目はリンネでした。また全力のちゃんとです。ミンチョが低い姿勢でリフを弾きまくってました。めちゃかっこよかったです。ギタリストプロデュースサービス精神旺盛すぎます。私的にはこの曲の小畑さんのバックボーカルが大好きなので、小畑さんをガン見してました。でも落ちメロでのミサさんのベースは至高なので、そこはミサさんを見てましたね。いやいや激しいです。ミンチョのリフもソロもカオスで確かにギタリストの曲ですよね。まあアーチャーのドラムもミサさんのベースもサイちゃんのボーカルもすごいんですけど、曲終わりでミンチョのあのリフが流れてきます。20曲目がドミネーションでした。この曲もみんな前に出てきて、サイちゃんの強烈な煽りで会場のチャントはゲヒックのようになります。この曲もそんなに久しぶりじゃないはずなのに、すごく久しぶりな感じがしました。ドミネーションクラスになると1回やらなかっただけで久しぶり感が出るのかなと感じましたね。
前回のダイスと同じく2種類のタイミングがあるチャントやシンガロング、手拍子がこなれにこなれた曲なので、会場とステージは完全に一体となって盛り上がれます。思いっきりハローハロー叫びました。ギターソロの時にはミンチョがお立ち台に立って弾いてくれたので、会場大盛り上がりでした。アウトロも大声のチャントとともに盛り上がって、大歓声の中かっこいい締めで終わります。騒然となった会場に小本さんのギターがかき鳴らされて、セッションみたいなのが始まります。周りの運営者様たちもこれ何って感じだったのですが、21曲目として始まったのがチューズミーでした。そうです、セッションはチューズミーの拡張イントロでした。手拍子で始まりチャントにつなぎます。ちょっと前までの行事でのフリーダムみたいな実家感というか、バンドメイドの行事に来てるなー感が私的にはすごくする曲です。この曲もステージと会場の一体感がすごい曲だと思います。最初のギターソロはミンチョがまたお立ち台に立って弾いてくれたので、会場もちゃんとで盛り上がります。C メロでの手拍子は両手を上げてできました。バンドメイドの行事って病気とか傷を癒す力もあることを再認識できましたね。で、チューズミーはやっぱりミンチョの2回目のソロからのアウトロも最高です。最後の迷わずチューズミーのところではみんな指を上げてサイちゃんを指してましたね。曲終わりでの大歓声の中、サイちゃんの札幌次がラストだの叫びです。いつもですが、もうです。楽しすぎるんで本当にあっという間です。なんとここであーちゃんの短いですがドラムソロが始まります。ドラムソロと思ったのは大鳥の22曲目となるブルーミングのイントロでした。ラストにブルーミング。そう、ギタリストプロデュースの一人でした。ブルーミングは絶対外せないですよね。何度も言ってしまってますが、ブルーミングは私的トップオブトップの曲ですので、最後にブルーミングが来るとはもう感動ですし、嬉しいですし、最高です。なんといってもリフがかっこいいし、曲構成が半端ない凄さですし、ギターソロもベースラインもボーカルもコーラスも全て完璧です。ギターソロは他の曲に比べて長いですし、2回あるし、もう完全にギターソロ好きの私独の曲です。最後の力を振り絞って思いっきりジャンプしまくりました。みんなで手を挙げてファラーウェイって歌うところはもう汗か涙かわからない感じで恍惚となりました。いやいや、ブルーミング終わりって私の知る限り初だと思いますし、めちゃくちゃいいです。終わり方もかっこよかったです。最後の吹き鳴らしの中、サイちゃんのありがとう北海道バンドメイドでしたで曲が締められ、ギタリスト2人に拍手をで大歓声と拍手になって、小畑さんのバイバイポーでまた伝説的と言っていいお給仕は幕を閉じました。今回はステージに近いのでピックゲットできるかと期待していたのですが、残念ながらゲットできずでした。でも間近でピック投げるミサさんやミンチョや小畑さんが拝めたので大満足です。いや本当にすごいお給仕でした。札幌ペニーレイン24カナミー&ミックプロデュースの番外編お給仕、やっぱりものすごい瀬取りでした。もうこれ以上はないと毎回思っていてもやっぱり最高を更新してくれます。今回の素取りはエピックナラティブスから6曲、アンリッシュとアンシンワールドとカンカラーから4曲ずつ、ワールドドミネーションから2曲、シングルから2曲という構成でした。でも瀬取りが素晴らしいとか音響が良かったとかっていうのはもちろん素晴らしいのですが、私的には実はそれは二次的な要素で、この素晴らしいメイドさんたちやご主人様お嬢様と同じ空間を共有して一緒に歌ったり騒いだり笑ったりして楽しめることが何事にも代え難い幸せな体験をさせてもらってるんだなと改めて感じました。だからお給仕はいつ来ても素晴らしいし感動できるんだと思っています。さいちゃんのいつものポストは札幌ありがとうございました、いやー楽しかった小本さんおめでとう、ギタリストのセットリストはギタリスト味がすごくて刺激になりましたわ、さあ乾杯してきちゃおうっとでしたね。本当に最高に楽しかったです。感謝です。といつもならここで終わるのですが、ここから少しだけお給仕後のサプライズをつぶやかせていただきます。お給仕を堪能して翌日帰還すべく新千歳空港に向かいまして、昼は空港でスープカレーをいただいて、せっかく札幌来たのでソフトクリームとか食べたいなと思い、適当な売店で買おうかと思ったのですが、なんか違うなと思って四つ葉ホワイト麹があったのでそこにしました。でソフトクリームを買ったのですが、座るところが満杯で仕方なく立って食べてたら、5メートル前くらいに知り合いの名手様2人がおられたので挨拶に行くと、そこにあーちゃんいるよ今挨拶したって言うじゃないですか。慌てて横を見ると2メートル先くらいにあーちゃんの後ろ姿が。慌ててソフトクリーム持ったまま挙取りながら挨拶したら、立ち止まって振り向いてくれたので、ありがとうございましたとか言ったら、笑顔でありがとうとか言ってくれました。こんなことってあるんですね。めちゃくちゃ美人さんでしたし優しかったです。
私は基本的には箱推しなんですが、あえて言えばと言われればあーちゃん推しなので、こんな幸運が訪れるとはという感じです。もうソフトクリームを持ちながら立ち尽くしてしまいました。周りから見たら絶対変なおじさんだったと思います。偶然が重なって実現した出来事でしたので、本当に感無量です。いや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 、最高で最高で最高の札幌遠征でした。さらにあーちゃん推しになってしまいましたね。はい、ということで今回は以上となります。それではまた次回。